この部屋日当たりがいいわね。私の部屋にぴったりじゃない？ああ、庭にも面していていいね。営業担当者の青山みゆきさんに案内されて、私は夫と義母の3人で新築の分譲住宅を見ていた。結婚して2年、家を買うために貯金をしてきた私たちは、駅近くにある分譲住宅地の数軒を見て回ることにしたのだ。部屋数が多いこの新築物件を、夫と義母はとても気に入っている様子だ。2階もどうぞご覧になってください。3人揃って階段へと向かい始めたとき、青山さんが私の腕を取った。そして、ちょっといいですかと言うと、私を外へと連れ出したのだ。一つ大きく息を吐き出すと、真剣な顔で口を開いた。単刀直入に言いますね。ご主人、不倫していますよ。衝撃の事実を聞いた私は、目の前が真っ暗になった。信じていたものが崩れ落ちる破壊音が、頭の中に大音量で響き渡っていた。ありがとう。あなたが担当でよかったわ。少しだけ私に協力してくれない？何をするにも、まずは夫のことを調べなければ。必ず証拠を抑えて、裏切り者の夫を地獄に叩き落としてやる。私は藤原楓、41歳。結婚して2年目の兼業主婦だ。40代を目前にしていた私は、営業職でそれなりに稼いでいたこともあり、あまり結婚に興味がなかった。周りに独身を謳歌している友人が多かったせいかもしれない。夫の春彦は同じ会社で働く5歳年下の同僚で、飲み仲間としても4年ほどの付き合いがあった。社内には部署も年齢も関係なく、仲のいい飲み仲間がいて、週に数回は集まれるメンバーで食事がてら飲んでいた。楓さんは休日は何をやってるんですか？私は映画が趣味だから、家で見てるか映画館に行くかしてるかな。お気に入りの映画は撮影場所を訪ねたりもしてるね。いい趣味ですね。俺は古いおもちゃが好きで、休日は骨董屋巡りをするんです。ブリキのロボットとか見つけたらもう最高っすよ。趣味は違えど、私も夫も一人の時間を大切にしていた。仕事以外は人に合わせず、自分を最優先するという点で、私たちはとても気が合ったのだ。ある時相談があると夫に誘われて、二人で飲みに行くと、楓さん、俺と結婚を前提に付き合ってもらえませんか？楓さんとなら互いに尊重しながら人生を楽しめるような気がするんです。確かに藤原くんとは価値観が近い気がするけど、私5歳も年上よ。夫は年齢差をこれまで感じたことがないこと、お互いの趣味を大切にしたいこと、それと子供は欲しくないところも同じだと言った。私は周りから結婚はと聞かれるたびに、子供を作らなくてもいいなら考えると答えていた。俺自身が大人になれないから子供は欲しくないんです。でも人生のパートナーはいた方が絶対に楽しいでしょ？もともと夫には好感を持っていたし、確かにその考え方は悪くない。お試しで付き合ってみると、これが本当に適度な距離感で心地いい。夫と飲み仲間に押される形で、半年後には籍を入れていたのだ。私は20代で母を、そして結婚する2年前には父を亡くしていたので、結婚に反対する人はいなかった。夫は、うちは大丈夫と言っていたのだが、義母は年上の私にいい顔をしなかった。5歳も年上で、しかも子供を作る気もないなんて。初の顔合わせの席で、
義母は遠慮のない言葉を浴びせてきた。夫に聞いて納得しているものだと思っていたので、正直驚いた。対照的に義父は二人の結婚を心から喜んでくれた。家内とは訳あって1年前から別居してるんだ。だからこいつの言うことなんて気にしないで、二人で幸せになってくれ。義母の嫌味の後だっただけに、義父の言葉には本当に救われた。義両親は昔から価値観が合わずによく喧嘩をしていたらしいのだが、昨年、義父がとうとう離婚を宣言したようだ。義母が泣きすがったために、義父が2軒分の家賃を支払い、別居することで離婚を回避しているという。顔合わせが終わって二人になると、夫は申し訳なさそうな顔になった。ごめんね、母さんがあんなこと言って。でも母さんのことはいずれ俺が面倒見ることになると思うんだ。父さんは愛想つかしてるみたいだし。そうね、長男だしね。確かに年齢と収入を考えると、面倒を見なければいけなくなるのは義母の方だろう。うっすらとした不安を抱えながら、私たちの結婚生活はスタートしたのだった。結婚すると、私たちは夫の住んでいたアパートで暮らし始めた。夫にはいつか家を買ってコレクション部屋を作るという夢があったので、頭金を貯めたかったのだ。夫の住んでいた部屋は義母のアパートのすぐ近くだった。おかえりなさい。夕飯を一緒に食べましょう。一緒に住み始めた翌日、家に帰ると義母が部屋の前で待っていた。あなたは今日からうちの嫁ですからね。しっかりと嫁修行してもらうわよ。さっさと夕飯の支度をしてちょうだい。嫁修行って？私は義母の言う、嫁修行という言葉に妙に緊張してしまった。けれど義母は毎日我が家に来て、私の作る夕飯を食べ、風呂に入って帰っていく。修行といえば、料理の文句や家事のダメ出し。それから、子供を作る気はないの？年の割には何もできないのね。というイラッとする小言を聞かされるくらいだ。嫁いびりを受けるのが嫁修行というものなのだろうか。ねえ、お母さんに毎日うちに来るのはやめるように言ってよ。修行というほど大したものではないが、さすがにこれが毎日続くと精神的に参ってくる。家の前で待つ義母の姿を見るだけで気がめいった。父さんと別居して一人だったから話し相手ができて嬉しいんじゃないの？私が困っている姿を見ても、夫はいつもニヤニヤしているだけなのだ。話し相手ならあなたがしてよ。なんで疲れて帰ってきて元気なお母さんの面倒まで見なきゃいけないのよ。嫁修行って言われたんだろ？俺一人っ子だし、いずれは母さんとの同居を考えてるから、楓さんには今のうちに慣れておいてほしいんだ。は？夫の言っていた、いつかは面倒を見るというのは、同居のことだったようだ。なんだか騙されたような気分になったが、冷静に考えるとそれも仕方がないのかな、とも思えてくる。そうなると義母と仲良くしておく方が得策に思えてきた。極力、はいはいということを聞くように気持ちを切り替えたが、それが義母を調子づかせたのかもしれない。お母さん、明日は飲み会の約束があるので、ご自宅で食事をしてくださいね。私に一人で食事させるつもり？だったら夕飯代ちょうだいよ。それくらい出してくれても罰は当たらないわよ。わかりました。子供も産まないんだから、私の面倒くらいはちゃんと見てよね。嫁修行というよりも、義母専属のお世話係にでもなったようだ。最近では私の帰りが遅いと何度も電話を鳴らし、約束があるといえば夕飯代を請求してくるようになった。仲良くなりたいと頑張ってはきたが、
義母をつけ上がらせただけだった。夫に不満と怒りをぶつけると、ごめん、母さんには俺から言っとくよ、と言ってくれるのだが、義母にはあまり効果はないようだった。ある日私は思い切ってストレートに義母に気持ちをぶつけてみることにした。お母さん、嫁修行はもうおしまいです。毎日来られると迷惑なのでやめてもらっていいですか？というより、どうしてこんなに毎日来る必要があるんですか？これまで言うことを聞いてきた私がはっきりと言ったからか、義母は驚いたような顔をした。反撃してくるかと思っていたが、義母は肩をすくめて口を尖らせた。しょうがないじゃない？あの人家賃代しか払ってくれないからお金がないのよ。私のパート代なんてビビたるものだしね。食事とお風呂くらいケチケチしないでよ。私は肩透かしを食らったような気になった。義母はパートをしていて、家賃は義父が払っている。普通に暮らしていればやっていけると思うのだが、義母の趣味はおしゃれだった。高そうな服や靴を買うと、毎度私に自慢してくる。ああ、そういうことですか。うちに来て食費と光熱費を浮かせてたってわけですね。私は心底呆れてしまった。単純に都合よくうちを使っていただけだったのだ。最初からそう言ってくれた方がマシだったが、それも迷惑な話だ。いい加減にしてください。これ以上自分勝手な行動をするなら、夫に言って遠くに引っ越すことも考えさせていただきます。ふふ、さすがに40歳ともなると口が立つのね。だったら取引しない？ここに来ない代わりに、春彦に内緒で私に仕送りをしてよ。義母の要求は月に5万円だった。それで平和に暮らせるなら安いものだと思えた。援助する時期が早くなっただけだと思えばいい。それからは当初夢見た通りの結婚生活を手に入れた。義母との関係も良くなり、月に一度は3人で外食をする。これこそいい距離感だ。母さんに何て言ったの？2人の関係も前より良くなったし、楓さんに任せておいて本当に正解だったよ。2人でよく話し合ったのよ。私はお金で日々の平穏を手に入れたのだ。義母が来なくなると、夫も気楽になったのか、会社の飲み仲間以外の友人とも平日飲んでくるようになった。週末もお互いに好きなことをして過ごし、都合が合えば一緒に食事に出かけた。何も不自然なことはなく、平和で幸せな日々を過ごしていたように思う。まさかその裏でとんでもない計画が進んでいたとは、この頃の私には想像すらできなかったけれど、結婚して2年近く経った頃、夫が突然家を見に行こうと言い出した。2つ先にある駅の近くに6軒ほど並んだ分譲住宅が売りに出ているという。知り合いに教えてもらって見に行ってきたんだけど、すごく良かったんだ。今度母さんも連れて一緒に見に行こうよ。お母さんも？うん、広い間取りの家もあって、今ならまだ選べそうなんだ。しかもどの家もデザイン性が高くておしゃれなんだよ。相当気に入っているのか、夫は興奮気味に話し続けた。確かに利便性もいいし、新築でおしゃれで値段も手が届かないほどではない。俺がローン組んで支払っていくから、今貯まってる分と合わせて、楓さんが頭金を出してくれないかな。前に家を買うなら3分の1は頭金で払いたいって言ってたよね。そんなこと言ったっけ？いくらの家を買うかによるけど、まあ本当に買うって決めたら、ある程度は出しておきたいよね。よし、じゃあ今度の休みに見に行こう。前は急げとばかりに、夫は義母に電話をし、週末には3人で出かけることになった。そういえば3、4年ほど前だったか。夫が飲み仲間に加わったばかりの頃、確かにマイホームについて話をしたことがあった。当時夫には結婚を考えている彼女がいて、頭金なしで全額ローンを組むと言って
みんなに止められていたっけ？その時に自分ならどうやって家を買うかという話で盛り上がったのだ。そうね。私なら販売価格の3分の1くらいは頭金で出したいな。でも一人で住むなら安い中古のマンションを一括で買うのもありかもね。その場のノリで適当に言ったことをよく覚えていたものだ。私の貯金の話などはしたことがないが、価格によっては前向きに検討しないでもない。残りの支払いを夫が引き受けてくれるのならそれもいいだろう。何にしても物件を見て回るのは楽しそうだったので、私もワクワクしてきた。ネットで予約をし、当日、義母と3人で分譲住宅地へと向かった。会場を案内してくれる営業担当の女性は、夫と私の顔を見て一瞬、あっと目を見開いたように見えたが、すぐに表情を消して挨拶をしてきた。こんにちは。本日担当させていただく青山みゆきです。どうぞよろしくお願いします。部屋数が多い家から見ていきたいんです。4LDK 以上の家ありますよね。はい、ございます。ではそちらから見てまいりましょう。夫が部屋数にこだわるのは、自分のコレクション部屋が欲しいのと、同居する義母との居住スペースを分けたいからだ。こだわりは、1階に独立した部屋がついていること。最初に入った一番部屋数の多い物件が、夫も義母も気に入ったようだ。その家にはリビングに続く和室に加え、もう一つ独立した和室があった。この部屋日当たりがいいわね。私の部屋にぴったりじゃない？庭にも面していていいね。庭と言えるほど広くもないが、窓を開けると芝生が見えて開放感があった。少し予算オーバーの物件ではあるが、候補とすれば悪くないだろう。2階もどうぞご覧になってください。3人揃って階段へと向かい始めたとき、青山さんが私の腕を取った。そして、ちょっといいですか？と言うと、私を外へと連れ出した。失礼ですが、T 中学のバレー部だった篠山先輩じゃないですか？ええ、篠山は私の旧姓ですが、私の旧姓は小出です。みゆちんって呼ばれてました。覚えていませんか？みゆちん？小さくて可愛かったみゆちん？担当の女性は偶然にも私の中学時代の後輩だった。高校は違っていたので、会うのは実に28年ぶりだ。笑うとくしゃっとなる目元は変わらないが、ガリガリで小さかった体はすっかりふくよかになり、声をかけられなければ気づかなかっただろう。何より年齢相応の落ち着きとしっかりとした仕事ぶりに感心してしまう。彼女は一つ大きく息を吐き出すと、真剣な顔で口を開いた。単刀直入に言いますね。ご主人、不倫していますよ。私は思わず吹き出してしまったが、彼女は笑うことなく、真剣な顔をしている。冗談ではなさそうだ。どういうこと？夫に会うのは初めてよね。いえ、数日前に一度ご来場いただいています。そういえばそんなことを言っていたっけ？最初にちょっと驚いた顔をしたのはそのせいか。先輩のご主人、数日前に若い女性と見に来たんです。一緒に住む家を探してるって。私が案内させてもらったんですけど、私の顔なんて覚えていないようですね。いつものことだ。夫はショップの店員など、その場でしか関係しない人のことは大概覚えていない。契約することでもなければ、彼女の顔を覚えることはないだろう。実はご主人とその女性もこの家を気に入っていたんです。
頭金さえなんとかなれば払っていけそうだと言っていました。もしかして頭金は先輩が払う約束になっていませんか？え？衝撃の事実を聞いた私は目の前が真っ暗になった。信じていたものが崩れ落ちる破壊音が頭の中に大音量で響き渡っている。そんな、まさか。夫に浮気相手がいるのもショックだったが、頭金を私に支払わせて自分の予算よりもいい条件の家を買おうとしていたことに衝撃を受けた。結婚してからずっとお互いの趣味の時間を尊重していると思ってきたが、夫はその間に別の女性との愛を育んでいたというのか？そしてこの家を購入した後に浮気相手の女性と住むつもりだったのか？夫の言うように私が販売価格の3分の1を頭金に出せば、月々のローンの支払いは格段に楽になる。契約さえ済めば、私はお払い箱なのかもしれない。落ち着け、まだ確定したわけじゃない。私は自分に言い聞かせて深呼吸を繰り返した。とりあえず、まずは夫のことを調べなければ。ありがとう。あなたが担当でよかったわ。少しだけ私に協力してくれない？私たちは急いで連絡先を交換し、夫と義母の元に戻った。その後も他の物件を見て回ったが、何も記憶に残っていない。夫を信じていいのか、それとも裏切られているのか。私の心はぐちゃぐちゃになっていた。家に帰って2人になると、夫はやはり最初に見たあの家を買おうと言ってきた。楓さん、頭金どれくらいなら出せそう？ 3 分の1だと1500万くらい？いや、そんなにお金ないよ。出せて1000万円までかな。また、お父さんの遺産もあるんでしょ？は？私は思わずすっとんきょうな声を出してしまった。父の遺産？なんでそんなことを夫が言い出すのか意味がわからなかった。会社で噂になってたよ。楓さん、お父さんから莫大な遺産を受け継いだって、半分出してくれたら支払いがかなり楽なのにな。ああ、確かに数年前、父が亡くなった後に、そんな噂が面白おかしく会社で広まったことがあった。まさかそれが目的で？決めるにしても、もう1、2回は住むつもりでじっくり見たいかな。家具とか家電の買い替えも考えないといけないしね。確かに、家具とかもあの家に合わせて買い替えたいね。じゃあ来週末にもう一度行ってみようよ。他の人に取られたくないから、一応手付金も持ってさ。夫と浮気相手の中では、もうあの家で決定なのだろう。もしもこれが本当なら、必ず証拠を抑えて、夫を地獄に叩き落としてやる。私は翌日半休を取って、即日からでも対応をしてくれる探偵事務所を訪れた。今週中に動きがあると思ったからだ。夫は隠すつもりもないのか、翌日には浮気相手を特定することができた。それというのも夫は毎日、外回りの途中で浮気相手の家でお昼をとっていたのだ。仕事終わりに飲みに行かない日は、再び彼女のアパートへ。夫のずる賢いところは、週の半分は私と一緒に飲みに行ったり、食事をしたりするところだ。友達と飲みに行っているという言葉を素直に信じていた自分のバカさ加減に泣きたくなった。水曜日の夜、みゆちんからメッセージが届いた。ご主人から金曜日と日曜日に再度内覧したいとの予約が入りました。どちらかは不倫相手と一緒なのではありませんか？私との約束は日曜日。前回もだったが、やはり先に不倫相手と行くわけね。許せない思いと、まだ信じられない気持ちが残っていて、胸のあたりがもやもやした。とりあえず私は、義父に離婚しようと思っていることを電話で話しておいた。義母には決まってからでいいだろう。
本当にバカな息子で申し訳ない。金曜日に現場に乗り込むつもりなら私も一緒に行こう。2対1じゃアブが悪いだろ。義父の言葉はありがたく、せっかくなので彼女の目の前で父親に叱られてもらうことにした。そして決戦の金曜日、仕事終わりに私は義父と駅前の古い喫茶店で待ち合わせた。約束の時間に落ち合い、分譲住宅地へと歩いていると、みゆちんからの電話が鳴った。来ました。でも、お姑さんも一緒ですよ。お母さんも？はい、先ほど女性のことを妹だと紹介されました。私は絶句してしまった。どういうこと？なぜ3人で？義母はいつから夫の不倫を知っていたのだろう。私の頭の中ではたくさんの疑問が渦巻いていた。義父も隣で頭を抱えている。今日義父が一緒に来てくれて本当に良かったと思った。私たちは顔を合わせると早足で物件へと急いだ。義父と私は玄関扉を静かに開けて彼らの姿を探した。リビングの方で3人の浮かれた声が聞こえてくる。いつかここで孫ちゃんと一緒に過ごせるのね。楽しみだわ。義母の言葉に私は頭を殴られたような衝撃を受けた。夫が部屋数の多い家を望んだ本当の理由は子供部屋の確保だったのか。気を取り直してリビングへと入る。分かってはいたが、他の女性といる夫の姿を見るのはやはりショックだった。春彦さん、これはどういうこと？そちらの方は誰？私は怒りを隠すことなく、夫を睨みつけたまま声をかけた。夫が答える前に義父の怒号が響いた。春彦、安子、お前たち一体何を企んでる？その女は誰だ？はっきり言え。夫は私と義父を見ると、ひっと声を上げて飛び上がった。義母はビクッと体を震わせると、へなへなと床に座り込んでこちらを見上げた。父さん、それに楓さんも、どうしてここに？夫は浮気がバレているとは思っていなかったはずだ。それに義母と浮気相手が揃っている。こんな現場に踏み込まれるとも思っていなかっただろう。すみません。奥様から電話があったので、今ご家族でいらしてますよとお伝えしてしまいました。ご主人の妹さんなんですよね。みゆちんの素晴らしい演技に、こんな時だが思わず感心してしまう。夫と義母は何も言えずにうつむいた。あなた、私にこの家の頭金を出させてお払い箱にしようと思ってたんでしょ？残りのローンを支払うからって名義を自分にして。そこにいるのは前に結婚を考えてた彼女のレミさんでしょ？なんでそこまで？探偵事務所に調査を頼んだのよ。あなたと彼女のとんでもない会話も録音されてるわよ。こんな会話部屋でするべきだったわね。私は調査員が録音したファミレスでの会話を全員に聞かせた。そこには、2年も待たせてごめんな。あいつに頭金出させたら、やっぱり子供が欲しいって言って離婚してもらうから。人がいいから多分それ言ったら身を引いてくれると思う。母さんは金づるだから手放せないけど、手がかかるようになったら施設にでも入れるからさ。という卑劣極まりない言葉が入っていた。それを聞いて座り込んでいた義母が顔を上げた。金づるって何よ？一緒に住んだらパート代を巻き上げるつもりだったの？罰が悪そうに黙り込んだ夫の代わりに義父が答えた。違うよ。お前の世話を春彦に頼んでたんだ。もしも母さんがお金に困るようなことがあったらここから出してくれって、毎月家賃の他に5万円を振り込んでたんだ。そんなの聞いたこともないし、もらったこともないわよ。じゃあそのお金は私のために貯蓄してくれてるってこと？夫は変な汗をダラダラと流し始めた。いや、あれは。ちょっと待って。もしかして家を買うための貯金にって渡してくれてた5万円って。義父は心底がっかりしたように大きなため息をついた。
母さんじゃなくてお前が使い込んでたのか。ショックからか義父は黙り込んでしまった。その間に私は疑問に思っていたことを義母に聞いてみた。いつから義母は二人と手を組んだのだろう。あの嫁修行の日々を思い出すと、とても最初から私を騙していたとは思えない。少し前に春彦に言われたのよ。家と孫が手に入るから協力しろって。ごめんなさい、ごめんなさい。義母は義父の視線が怖いのかガタガタと震えている。お前、楓さんにお金の仕送りをさせてるそうだな。お前の金遣いの荒さも常識のなさも本当にうんざりなんだよ。もう二度と情けはかけないからな。今度こそ離婚だ。あなた、お願い、私を捨てないで。命綱を切られたような顔で、義母はわーっと泣き出した。それを無視して、義父は春彦と向き合った。どこかでこうなることが分かっていて、義父は私についてきてくれたのかもしれない。お前の方がこいつよりも立ちが悪かったとはな。がっかりだよ。お前たちとは縁を切る。俺はもう知らん。新築の分譲住宅の中で、義父の怒鳴り声が響き渡った。この家に私たちの悪い念が残ってしまったら申し訳ないなぁと、密かに思ってしまったほどだ。違うんだ父さん。これは誤解で。まだ言い訳しようとする夫に、私もそろそろ限界だ。気を利かせてそっと部屋を出たみゆちんのことを思うと、急いでこの修羅場を終わらせなければいけない。いい加減にしなさい。一体いつからこんな計画を立ててたの？浮気の証拠もたっぷりあるから逃げられると思わないで。私は夫を問い詰めた。すると私たちの様子を面倒くさそうに見ていた浮気相手のレミがにやけた顔で口を開いた。ねえ、かわいそうだからもう教えてあげたら？私たちの幸せな結婚のために利用させてもらったって。あなた独身でお金持ちなんでしょ？春彦にいい夢見させてもらったんだから、頭金だけ払っていってよ。ねえ？つまり私との結婚そのものが計画のうちだったってことね。子供も作れないようなおばさんに春彦が本気で惚れるとでも思ってたの？かわいそう。私はぐっと拳に力が入った。高みの見物のように笑っているレミを私は許せなかった。こんな女にどうして馬鹿にされなければいけないのか。人のことを負け犬みたいに言ってるけど大丈夫？私はあなたにも慰謝料を請求するわよ。はあ？フリーターの私に払えるわけないじゃん。そう。なら未来の夫の春彦さんにでも払ってもらえば？レミは、という顔で夫を見た。そのままの流れで私は夫に言ってやる。春彦さん、あなたとは離婚するわ。二人合わせて慰謝料500万円は請求するから、残念だけど一生家なんて買えないわね。私にはそれなりに楽しい結婚生活だったけど、あなたにとってはただの時間とお金の無駄遣いでしかなかったわね。ついでにこのことは会社の仲間にはすでに相談済みだから。夫の顔がみるみる青くなっていくのがわかった。計画では離婚したら私が会社を辞めるとでも思っていたのだろう。ちょっと待って。俺たちこの2年楽しくやってきたよな。だから頼む。慰謝料は勘弁してくれ。必死に土下座して謝る夫の姿は無様だった。家にあるあなたのコレクション、少しでもお金になるといいわね。夫はハッとした顔になると、さらに頭を床にこすりつけた。ごめんなさい。それだけは頼む。許してくれよ。夫のどんな姿を見ても、何を言われても、もう私は何も感じない。立場が逆転したからか、レミは口を尖らせてふてくされている。だからレミにも一言言ってやらないとね。あなたも2年も待たされた挙句に慰謝料を取られるなんてかわいそうね。お金のない春彦さんとこれから幸せになったらいいわ。なれるものならね。どうしてくれるのよ。
顔を真っ赤にして、レミは夫につかみかかっていった。血話喧嘩を始めた二人と義母に向かって、私は最後に言ってやる。子供に言うように、ゆっくりと大きな声で。今後については、弁護士さんから連絡があるからよろしくね。それと、お母さんへの仕送りはもう終わりです。来月からは春彦さんに養ってもらってくださいね。私と義父は言い争っている三人を残して、すっきりとした足取りで外に出た。その足で駅前の居酒屋に行き、二人で祝杯をあげたことは言うまでもない。その後私は弁護士に頼んで、夫とレミに慰謝料の請求をし、思ったよりもすんなりと離婚が成立した。夫には何度も謝罪をされたが、許す気にはならなかった。今回のことは当然社内で噂になり、居づらくなった夫は会社を辞めた。これでやっと夫とレミは結婚するのかと思っていたが、二人の関係はあっけなく終わってしまったようだ。さすがに2年も無駄に待たされたくなかったのだろう。レミにはもう一人付き合っている男性がいたのだ。散々夫を罵倒して去っていったそうだが、慰謝料を請求されたことで、結局相手に二股がバレて振られたのだとか。本当に骨折り損というかなんというか。義父に離婚を突きつけられた義母は、家賃の支払いもしてもらえなくなり、夫のアパートに転がり込んだようだ。義父はすでに遠くに引っ越しをして、二人とは完全に連絡を絶っている。金遣いの荒い義母と会社を辞めた夫が、あのアパートにいつまで住んでいられるのかは微妙だ。私は二人からの慰謝料と貯蓄していたお金を使って 2LDK のマンションを一括で購入した。もちろん、みゆちんの会社の推しの物件だ。莫大ではないが、父の遺産もあるので、年を取って会社を辞めても、一人で豊かに暮らしていくことはできるだろう。当分恋愛も結婚も考えたくはないが、結婚生活というのは、私が想像していたよりも悪いものではなかった。だからいつの日か、私を心から愛し、人生を共に歩いてくれるパートナーと出会えたらいいなぁと思っている。今回の朗読を担当させていただいたナレーターの曽我ゆりです。今回のお話は、なんというか、夫が、もうこれは結婚詐欺師と言っていいんじゃないかぐらいの、途中まですごい計画性でしたよね。わざわざ結婚して2年も虎視眈々と狙うって、計画性があるんだかないんだかっていうところはちょっと思いましたけど、その物件もたまたま出てきたってところですもんね。計画がざるなんだかなんだかっていう、夫の話でしたけど、皆さんはこのお話についてどう思いましたか？よろしければコメント欄で教えてくださいね。またチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。